はい、こんにちは。今日はね、機関砲やっていきたいと思います。弾を連続で発射できるような銃器って、そういった仕組みはよそでもいろいろ開発されてるんだけど、うちでも何か仕組みを作れないかなということで、行ってみましょう。まずこの辺にはそこそこ敵がいるんだけど、基本的な銃器の動作確認として、うちで少し前に作ったやつを使ってみましょう。こいつは結構シンプルに作った銃器って、単純にニトロセルロースを爆発させてタングステンの弾を飛ばすってな仕組みなんだけど、装填数は一発で、次の弾を撃つには新しい弾をここに接合する必要があるんだよね。っていうか、弾を用意してなかったので、弾を作るところからか。まあ材料は荷物として持ってきてるので、よし。で、ここに接合して装填。さっきの一発では破壊できなかったんだけど、外したか。久しぶりに使ってるってのもあるんだけど、サイトとかもつけてないので、ちょっと狙いにくいかな。まあその辺は今は置いといて、よし。まあこんな感じか。ちなみに本当はビーム砲を狙ってるんだけど、そこまでの精度はないので、なかなか当たんないかな。まあとにかく、よし、風車を破壊することができました。って言ってもね、今のは基本的な銃器の動作確認だったんだけど、せっかくなのでとりあえず資材集めしときましょう。この銃と私の射撃スキルではビーム砲を狙うのが難しいことも分かっているので、近接武器で片付けちゃいます。ちなみに風車1本につき電池が4本ついてるんだけど、なんでこれ1本足りないのかというと、以前来た時に1本だけ使ったからですね。まあとにかく戦利品はこんなもんとして、今回はベアリングをいっぱい使うので、ドローンスポナーから自動でゲットできるように準備しとこうかな。はい、ここからが本題。そもそも自動装填がなんで難しいのかというと、この世界ではほとんど全ての物体が四角なので、滑るような動きができないんだよね。ただし、たった一つの例外がベアリング。こいつは円形になってるので、ちゃんと転がるような動きができる。なので、これを利用して次の弾が転がってくるような仕組みが作れないかってのが今回の試みの趣旨になります。ただ転がってると位置が固定されないので、それをどう解決するのかというと、こんな感じで V 字型の方針を用意しとけば、ちゃんとこの中央で止まりますね。段階的に次の弾を用意した上で一発だけ発射するってな仕組みが難しそうなんだけど、まあこれは後で考えるか。じゃあ次はどうやって電気を通すか。これはさっきの模型はプラスチックで作ってたんだけど、それを合金にすれば電気を通せるんじゃないかな。重心をこんな感じで組み立てといて、こ
の中心に電気を通せば、玉のボディはベアリングで作ってあるのでちゃんと通電しますね。ただ全体を合金で作っちゃうと次の玉にも通電しちゃうので、断層の方はプラスチックの方がいいのか。基本はこんなもんでいいでしょう。よし、じゃあ次に銃弾を作っていきます。これはベアリングに点火用の小さいタングステンとニトロの爆薬、そして弾頭用のタングステンをくっつけます。で、重心側にはトリガースイッチと点火用のコンデンサー、あと爆風でダメージを受けないための部品もつけときます。よし、これでいけるか？あれ？何か間違ってるか？ちゃんと通電はしてるんだけど温度が上がんないですね。なんでだ？重心が合金製なのでそこに熱を奪われてる？元の銃と何が違うのかというと、いや、こっちも合金の部品は使ってるんだよな。違うといえば弾の構造が違うんだけどベアリングに熱を奪われてる？よくわかんないんだけどコンデンサー2つに増やしてこれで試してみると、ちゃんと発射されましたね。謎は解けてないんだけどひとまずこれで話を進めますか。よし、じゃあこの弾をもう1個作って2発連続でいけるかというと、かなり怪しい動きをしてるんだけど、まあ運が良ければいけるような感じかなじゃあ次は球弾の仕組みをどうするかなんだけど、こんな感じでモーターで弾き出すようにすれば、意外と難しいな。パドルの形とかモーターの向きとか断層の角度とかもいろいろ悩んでみたんだけど、まずうまく球弾するのが難しいのと、あと誘爆することがあるのが難しいですね。いろいろ試行錯誤しつつもまあこんな感じかな。運が悪いと誘爆しちゃうんだけど比較的うまくいくので今回はこれで進めます。いいんだけどよく見たらこれ弾の構造おかしくない？さっきコンデンサー2つ使わないと起爆しない原因が謎のまま進めてたんだけど、これね、タングステンを両端につけてるので弾頭側のタングステンにも通電して電力が分散してますねなので弾を作り変えます。そもそも弾にベアリングを使ってるのは球弾の仕組みが目的なので、よく考えたらベアリングごと発射する必要はないんだよね。なのでベアリングは発射と同時に廃墟するような仕組みに作り変えましょうか。こうしとけば発射した後でも先端が飛んでいった後でベアリングを再利用できるんでね。ちゃんと飛んでいってるか分かりにくいので
的を用意しといて、ちゃんと飛んでますね。よし、基本的な構造は問題なさそうなので、あとはこれを最終調整していきます。作りながら細かいところの話をしていくと、このベアリングで糾弾してベアリングで給電する仕組みは、銃弾が重心の前後どの位置に転がっても発射できるってなメリットがあります。うまく重心に転がり込みさえすれば、細かい位置は調整しなくて大丈夫ってな話ですね。ただ、糾弾するときに弾倉内で引っかかったり、爆薬が破損したりするので、この辺は今回は一定確率でうまくいくってところで妥協しときます。で、一応地面への固定を解除した状態でも撃てないことはないんだけど、その状態だと重心がぶれたりしてあまりにも成功率が低いので、一応移動ができるってところで、移動後は地面に固定する運用にしときましょうか。見た目はもっとスマートにできないかってのも悩んだんだけど、いろんな部品が干渉するのもあるので、一応これで完成ってことにしときます。じゃあ実動試験として、あっち側にドローン基地があるので、あの壁が破壊できるか行ってみましょう。準備に結構時間がかかったりするんだけど、重機だと相手の射程範囲外から攻撃できるので、落ち着いて設置していきます。よし、ではいざ。なかなかいいダメージが入りましたね。2発目が破損するっていうトラブルはあったんだけど、これは想定内。さらに2弾を装填して、いざ。よし、壁を破壊することができました。あとは何回か動かしながら改めて動作確認したりもするんだけど、その映像を流しながらまとめていきましょうか。ということで、機関砲やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。途中でも説明した通り、糾弾時に弾が詰まったり、発射時に誘爆する問題があって、その辺は今回見送ったんだけど、さっき実戦1回目のテイクでうまいこと壁を破壊できたものの、その後試した感じ、うまくいかないことの方が圧倒的に多くてあと一応機関砲っていうモチーフで話を進めてきたわけなんだけど、連射速度もいまいちですね。それもこれも球団の信頼性がネックになってるわけなんだけど、その辺は今後の課題にしときましょうかね。で、この後ドローン基地を完全制圧したんだけど、この辺は完全に消化試合ですね。とにかくこれでエンジンをゲットできたので、次は久しぶりにこれを使ってみようかな。ということで、次回はエンジンを使った何かやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。
バイバーイ。